休日に娘と2人で遊園地へ。帰宅途中に事故を起こし、大怪我をしてしまった。気がつけば病院のベッドの上。妻はそんな俺たちに一言冷たく言い放つ。あんたらもういらないから。俺の名前は真田修二。現在はフリーのプログラマーとして働いている39歳だ。妻の亜美は俺と同じ年齢で結婚して専業主婦となった。俺と亜美はもともと同じ会社で同期として働いていて、親しくなって付き合い結婚し、早いもので結婚してもう15年も経つ。子宝にも恵まれ、現在13歳で中学2年生の娘がいる。数年前に会社から独立してフリーのプログラマーになったわけだけど、その時ぐらいから亜美は俺に対してやたら口うるさくなった。基本的におとなしい性格で俺の言うことをはいはいと聞くタイプだったのに、なんだか反抗的な感じになってきたのだ。俺はその変化が受け入れられず、俺に対してチクチクと文句を言ってくる亜美にイライラさせられるようになっていく。亜美が俺に文句を言い出したことに対して心当たりがないと言えば嘘になる。というか、亜美が俺に言ってくる言葉の端々から亜美が心の中で思っている感情が透けて見えるのだ。結婚してからずっと専業主婦として私は一生懸命やってきたし、それは修二も分かっているはずでしょという思いがその口調に現れていた。要するに私は専業主婦としてしっかりやっているのだから、もっと私を評価しろということらしい。だからこそ生活費を上げてとか、もう少し小遣いくれてもいいんじゃないとか不満をぶつけてくるようになったのだろう。なぜ亜美がそういう要求をするようになったのかは俺自身よくわかっている。会社で業績を上げるごとに給料は上がり続け、フリーになってからはそれが加速した。結構な額を稼ぐようになったのに、生活費や亜美に対する小遣いは結婚当初から全く変わっていない。亜美はそのことがおかしいと思っているらしい。だが結婚当初の額の生活費でも十分なはずだし、小遣いだって結構な額を渡していると俺は思っている。それなのに亜美が生活費や小遣いの増額を望むのは贅沢すぎるとしか思えなかった。そこで俺は娘をこちらの仲間に引き込むために小遣いで懐柔することにしたのだ。生活費や亜美の小遣いを増やすよりは安くつくし、明らかに亜美に味方している娘をこちら側に引き入れれば、亜美もガタガタ文句を言わなくなるだろうと思って。娘の小遣いを増やすという方法は抜群の効果を発揮した。ずっと亜美の味方で、お母さんの言う通りもっとお金を渡したらと文句を言っていた娘は180度態度を変えて、お母さんはちょっとわがまま言い過ぎじゃないと突然俺の味方にするようになった。いきなり娘に裏切られる形になり、亜美は明らかに戸惑っていた。そのリアクションが娘的にはとても面白かったらしく、亜美に対する言葉は徐々に強いものになっていく。俺が亜美に発する言葉より攻撃力の高い言葉を嘲笑気味に娘は言うようになった。ねえ、前から思ってたんだけど、お母さんって料理下手くそだよね。こんなまずいもの毎日のように作って、私とお父さんに申し訳ないと思わないのかな。これなら私が作った方がまだマシだよ。娘の辛辣な発言は料理にとどまらず、掃除や洗濯といった家事全般について無差別にされるようになった。亜美は家事を一生懸命やっていると言っていたが、それを全否定するような言葉を娘は言い続けたのだ。俺がまさに言ってほしかったことを娘は俺が望むように言ってくれたため、もう大満足だった。娘にボロカスに言われた亜美は娘の代わりようにショックを受けすぎて全く何も言い返せない。その反応にも俺は大満足で、ご褒美として娘と一緒に外出し、高い飯を食べさせてやったり、ブランド物の服を買ってやったりした。亜美はそのことに対して娘を甘やかしすぎないでと文句を言ってきたが、俺は何を言っているんだという感じで言い返してやる。俺のことをうるさく言う前にきちんと家事をこなしたらどうなんだ。専業主婦なのに家事ができないのはどうなのって娘も散々言ってたじゃないか。まったく娘にそんなこと言われて恥ずかしくないのかね。
かしながら、アミは娘と外出するたびにいちいち文句を言ってくるため、俺と娘はアミを完全に無視することにしたのだった。俺と娘に何を言っても無視され始めても、アミは俺たちに話しかけるのをやめなかった。だけど、俺に無視されるのはまだいいとして、娘に完全に無視を決め込まれるのはかなり精神的に来ているのがはっきりと分かった。俺はその様子を見て、生意気にも俺に要求などしてきたから悪いんだとしか思えない。調子に乗らなければこんなことにはならなかったのにと俺は内心でほくそ笑んでいた。娘はアミに対してこれ見よがしにわざと聞こえるように大きな声で言う。お母さんがお父さんをリスペクトしないからこんなことになっているんだと思うな。別にお父さんも私も無視したくてそうしているわけじゃないんだよね。お母さんがきちんとしないからなわけで、まあ自業自得だからしょうがないよ。俺に話しかけるように娘は言ったが、アミを攻撃しようと思っていたのは明らか。さらにアミに精神的な攻撃を加えるために俺はあることを思いついた。そういえば最近頑張っているみたいだから臨時の小遣いをやるよ。今までで一番の額でびっくりするかもだが、本当に俺の言う通りにやっているからな。努力を正当に評価したらこの額でも少ないかもしれないけど。そう言って俺は娘に意図的にアミから見えるように10万円を渡したのだった。これにはさすがにアミは黙っていられなかったらしく、頭おかしいんじゃないのと俺に対して激しく文句を言ってきたが、当然ながらそんなものは無視。大喜びで舞い上がる娘に向かって、頑張ってくれたらまた臨時のお小遣いあげるからなとさらにアミを怒らせるようなことを俺は笑いながら言った。娘も俺の真意をすぐに察したらしく、さすがお父さんはお母さんと違って私をよく見てくれていると思うなとアミを落とすような発言をすぐにしてくれる。それからもアミを無視する日々は続き、1ヶ月も経つと次第に俺や娘に言葉を投げかける回数が減ってきた。俺たちの徹底した無視にかなり参っているのは間違いなかった。そんなアミを置いて俺と娘は休日に遊園地へ行くことに。俺が車を運転して遊園地まで行き、思う存分楽しんで余韻を感じながら帰宅していた。はじめは遊園地の感想を言い合っていたのだが、いつの間にかアミの悪口を言い合って俺と娘は大笑いしていた。そして俺は大笑いのせいでハンドルの操作を誤り、反対車線の車と正面衝突したところで意識がぷつりと消えてしまう。意識を取り戻した時、俺は病院のベッドで眠っていた。左足と右腕を骨折したらしく、どちらにもギプスが取り付けられていた。ふと横を見ると娘が眠っており、娘も両足を骨折してギプスがつけられている。はじめは訳が分からず混乱したが、しばらくして正面衝突した時の衝撃を思い出したのだった。あんたらは愛するに値しない。俺と娘が交通事故に遭って3日経ってもアミは病院にやってこなかった。今が一番助けが必要なのに、一体アミは何をしているんだと俺はイラつきを隠せない。俺と娘は2人とも介護が必要な状態だが、看護師も忙しいため俺たちばかりに構ってくれるわけではない。それなのにアミは全く病院にやってくる気配はなく、病院側も連絡は言っているはずなのですがと困惑気味。アミが来てくれなければ寝巻きや下着を変えようがなく、結局俺と娘は1週間ずっと着替えられなかった。いくらスマホで連絡を入れても全く返事はない。俺はイラつきながらもこれ以上は我慢できないと思い、最終的な手段を取ることにした。不倫相手の女性に頼んで病院に来てもらうという方法を取ったのだ。不倫相手と娘はすでに会わせていたし、割と気が合うようだったので呼んでも全く問題はないだろうと思って。不倫相手はアミと違って連絡するとすぐにやってきてくれて、俺と娘の面倒を見るために献身的に動いてくれた。俺は心から不倫相手に感謝し、娘もアミに毒づきながら不倫相手を褒めた。こんな大ごとになっているのに真っ先に来ないお母さんは親失格だよね。
もうどうしようもないぐらい終わってる。本当に私たちの家族なのって思う。その点、お姉さんは連絡したらすぐに来てくれたし、とても親切に世話してくれる。お母さんよりも若くて綺麗だし、お父さんはお母さんとすぐに別れて、この人と一緒になるべき。娘のアミへの怒りは相当なもので、一度アミの悪口を言い出すと歯止めが効かなくなり、いつまでも罵り続けた。不倫相手は娘に褒められ、まんざらでもなさそうな顔をして、娘のアミに対する暴言に、本当にそうよね、と言いながら同調している。娘と不倫相手のそういう姿を見ていると、俺もアミへの怒りがふつふつと湧いてきて、二人に乗っかる形で俺は言葉を発した。俺と娘が大怪我しているって情報は、間違いなくお母さんには届いているはずなんだよ。だって、病院の関係者が連絡して、そうですかって答えたらしいからな。それなのにずっと放置って、あいつは本当に人間なのか？旦那と娘の一大事にすぐに駆けつけないって、どう考えても母親失格だよ。あいつは所詮、俺たちよりも金の方が大事なんだよ。俺と娘に対する愛なんて、ひとかけらもないからこんな人でなしな真似ができるんだ。娘の言っているように、俺はアミと別れて君と一緒になるべきなのかもな。あまりに頭にきたせいで、俺は一気に自分の思いを早口で吐き出した。それでも怒りは収まらなかったので、俺はアミの悪口を言い続け、娘もそれに触発されて、さらにアミをバカにし、不倫相手はその全ての発言に、本当にそう思うと言い続けた。途中で扉の方から、ドンという大きな音が聞こえて、俺たちはびっくりして黙ってしまう。三人で顔を見合わせた後、不倫相手が扉を開けたものの、そこには誰もいなかった。確かに音が聞こえた気がしたが、きっと家なりのようなものだろうと思って、俺たちはまたアミの悪口を言い始めたのだった。それからも、アミは病院に全く来る気配はなく、毎日不倫相手に来てもらうことに。必要としている時に、俺と娘を放置する人間にもう用はない。そう思って、俺は全面的に不倫相手を頼るという選択肢を取ったのだ。不倫相手は俺と娘に頼りにされるのが嬉しいらしく、嫌な顔一つせず、毎日やってきて世話をしてくれる。俺たちをまるで見捨てたようなアミとは、えらい違いだった。娘も不倫相手がお見舞いに来るたびに、さらに懐いていき、白状者のおばさんなんてもういらないというのが口癖になっていた。俺ももう、アミとは別れるしかないと思っている。不倫相手と一緒になるのかはともかくとして、もうアミと結婚している意味はないだろう。そう思いながら、不倫相手と娘と談笑している時だった。退院後に3人で何をしようか、といろいろと話していたのだが、凄まじい音とともに扉が開かれ、その音にびっくりしてそちらを見ると、そこには鋭い目つきをしたアミがいた。もう来ることはないと思っていたのに、突然現れたアミに、俺と娘と不倫相手は不意をつかれ、完全に沈黙してしまう。アミはそんなのどうでもいいというように、俺の方へつかつかと歩いてきて、俺に何かを勢いよく差し出した。それは、アミのサインがすでにされている離婚届だった。無言で離婚届を差し出してくるなど、俺は全く予想していなかったため、どういうことだと、震えた声でアミに反射的に尋ねていた。だが、アミは俺の言葉には反応せず、じっと不倫相手を見つめている。もし不倫だということがバレたら、慰謝料を請求されるということが頭をよぎり、俺はとっさに不倫相手は友達だと嘘をついた。お前が全然来てくれないから、友人の女性に着替えとか持ってきてもらってたんだよ。この人と俺はただの友人というだけで、それ以上の関係は本当にないんだ。お前が考えているような関係は全くない。アミから何も聞かれてないのに、俺はやたらと怪しい弁解をしてしまう。そんな俺の戸惑いを無視して、娘はアミに凄まじい勢いで噛みつき出した。今さらのこのこと顔を出して、どういうつもり？もうあんたの場所ないから。一番困ってる時に助けてくれない母親なんて必要ない。これからは、ここにいるお姉さんにお母さんになってもらうから、今すぐにここから出てけよ。
あんたみたいな老けたおばさんと違って、お姉さんは若くて綺麗だし、友達にも自慢できるしね。娘は感情に任せて、亜美に自分の思いの丈をぶつけたが、不倫相手は慌てて、それを取り繕うように、私は本当に修二さんの友達で、特に深い関係ではないんです、とすぐにフォロー。もし不倫関係がバレたら、不倫相手も慰謝料請求されることを知っていたのだろう。そんなのたまらないという感じで、不倫相手は長々と言い訳を続けている。亜美はずっと黙ったままだったが、突然不倫相手の言葉を遮って、私は1週間前に一度病院にすでに来ていて、その際にあなたたちの関係は全て分かったと冷徹な声で静かに言った。そんなその場しのぎの嘘で騙せると思うとか、本当にお粗末な頭している人たちね。もう信じられないくらいに私の悪口を言ってたくせに。娘は私なんかいらないって言ってたけど、こっちからしたらこちらの方がいらないんですがって感じ。というわけだから、離婚してきっちり慰謝料などをもらって新しい生活を始めさせてもらうから。俺は亜美のつけ上がった物言いにイラつき始め、俺たちが不倫をしていたり悪口を言っている証拠はどこにあるんだよと叫び、証拠がないのに決めつけるお前の頭の方がおかしいと俺は怒り狂って反論した。だが俺はすぐに亜美に沈黙させられる。なんと亜美は俺と娘と不倫相手がいろいろと話していたことをスマホで録音していたのだ。亜美は1週間ほど前に実は病院に来ており、扉の前で俺たちが自分の悪口を言うのが聞こえてきたので、結局病室には入らずスマホでずっとその会話を録音していたらしい。扉あたりで大きなドーンという音が聞こえた時があったが、あれは亜美が立ち去る前に思いっきり扉を蹴った音だったようだ。スマホでその時の音声を流され、なすすべもなくなった俺は完全にフリーズしてしまう。だがこのままではまずいことになると思い、俺は全力で頭を回転させ、今やるべきことをやった。俺は涙を浮かべながら、それはお前がすぐに来てくれなかったから頭に血が上って思わず言ってしまったと言い訳。俺にはお前しかいないんだよ。これは心からの本心なんだ。俺は亜美に頭を下げてすがるように許しを求めたが、それを邪魔するように空気を読まない娘が亜美に暴言を吐いた。何言ってんのお父さん。こんなおばさんもう必要ないに決まってるじゃないの。今さら泣き言を言うなんて頭どうしちゃったのよ。俺は娘にちょっと黙ってろと叫んだが、黙ってられるわけないだろおっさんと言い返され、イラついた俺は娘と口論に。もう俺たちなどどうでもいいというように、亜美は口論する俺たちを無視していった。もうバカどもと付き合ってられない。離婚届置いていくからすぐに出しておいてよね。そう言うと亜美はスタスタと病室を出て行ってしまった。それから俺は何度も亜美に連絡して離婚を撤回するよう求めたが、全ての連絡を無視されてしまう。一通だけ離婚裁判をやっても音声があるからやっても無駄だってことは言っておくというメッセージが来て、俺は観念して離婚することに。慰謝料を請求された挙句、財産分与で半分資産を持っていかれてしまった。亜美は当然のように不倫相手にも慰謝料を請求したようだ。入院してから2ヶ月後、娘は完治して普通に歩けるようになったが、俺は後遺症でまっすぐに歩けず、車椅子での生活を余儀なくされる。不倫相手は車椅子での生活が必須だと分かると、俺と娘の前から姿を消してしまった。俺の後遺症は足だけではなく、指にも残ってしまい、プログラマーとしての人生は完全に終わってしまった。働けなくなった俺は現在、生活保護をもらいながら生活している。ボロボロなアパートで暮らし、娘になんで私がこんな目にと罵られながら、なんて惨めなんだと絶望しつつ、ギリギリのところで生きている。